どうもこんにちは。先日は展示会のお知らせ動画アップしたんですが、今回は MTO の詳細についてお知らせです。これものすごくたくさん情報量がありまして、すごい長くなっちゃうかもしれないんですけど、詳細に説明していきます。メイドトゥオーダーの受注会を開催します。会期は11月の17日から20日、学芸大学駅最寄りのギャラリークアドロで行います。このキッシュザワークは一昨年ナンバーズコレクションというのを開始して、そして去年ビスポーク開始しました。で、今年やっと MTO を開始できます。大変お待たせしました。 MTO というのはですね、メイドトゥオーダーの略で受注生産品のことを言います。お客さんのご注文に合わせてサイズ、そして革、デザイン選んでもらって、その注文があった後にそれぞれのお客さんに合わせて制作するといったものです。この MTO ラインですね、ずっとやりたかったんですよ。僕がこの MTO ラインをやりたかった理由の一番大きなものは、革靴をよりたくさんの方に履いてもらいたいということですね。今までビスポークナンバーズコレクションとフルハンドメイドで作ってきたんですが、フルハンドメイドっていうのは、簡単に言うと手縫いの靴ですね。すごく手間がかかるんですよ。ビスポークで生産してると大体月、1人でやってると月に2足か、頑張って3足かなぐらいしか仕上げることができなくて、どうしてもその作れる足数に限界があるんですよね。そして手間がかかる分やっぱ金額も高くなります。 MTO っていうのはその木型をその人の足に合わせて作って、足にぴったり合ったものっていうわけではないんですけど、多くの人に楽しんで、そして気持ちよく履いていただけるような足のこととか歩くことを考えた木型を作りました。で、材料や作りも全く手を抜かないで、ビスポークと同じような仕上げだったり材料だったりを使って、そして何より靴を見た時にかっこいいなって、履きたいなって思えるような靴を価格を下げて、そして生産量を増やして提供するというのが MTO をやるにあたっての目標ですね。それでは今から MTO の選べるモデルと革、そして細かい仕様、金額を紹介していきます。まずはここにあるサンプル紹介していきます。これらはですね、ハンドソンウェルテッド製法くぐ仕立てという製法で作られてまして、手で釣り込んで、そして手ですくい縫いをして、出し縫いをミシンで行うというものです。出し縫いっていうのはソールを縫う最後のアウトソールステッチなんですが、これが機械縫いになってます。で、出し縫いを機械でやるか手でやるかっていうのは、構造上一応違いがあります。糸の通り方が違うんですよね。上糸と下糸っていうのがミシンにあるんですけど、手縫いだとないんですよね。どっちもが上糸下糸であるっていう、それによってちょっと構造上手縫いの方が理論的には強度があります。耐久性があります。ソールが剥がれないようにするという点でね。なんですが、実用を考えると実際ミシンの出し縫いでも全く問題ないので、じゃあなぜアウトソールビスポークが手縫いするかっていうと、結構意匠的な手の込んだものを作れたりとか、自由度が高かったりみたいな、そういう趣味性が高いものなので、実用面で言えば機械縫いのアウトソールステッチっていうのは全く問題ありません。一方ですね、手で釣り込むこと、そして手ですくい縫いをするっていうのは、履き心地だったり靴の造形だったり仕上がりに根幹に関わってくることなので、この工房で手作業で行っています。製法のこだわりみたいなところはまた別で MTO の中底仲間の木型のこだわりっていう動画別に上げてますので、概要欄のリンクからご覧ください。それではやっとです。モデル解説をやっていきます。ここには今、9足並んでます。片足が9足並んでます。で、デザインは全今7型あります。ちょっと1型ないんですが、この辺もまた説明していきます。ではまずはこちらのモデル、ペカンと言います。ピーカンナッツのペカンです。デザインはパンチドキャップとオックスフォードですね。で、ほとんど同じモデルでウォルナットというのを用意しています。今サンプルがないんですが、ウォルナットはパンチドがないシンプルなストレートチップのものです。このパンチドがあるかないかなので、ほぼこのペカンと同じと思ってください。全てのモデルの標準仕様はシングルソール、シングルベルトです。で、若干モデルによってウエストに違いがありまして、こちらの靴はラウンドウエストですね。このウエストのコバに少し丸みがあります。こちら金額が18万7000円税込みです。この靴は今、イルチャのミュージアムカーフネイビー使ってますね。非常に綺麗です。
こちらはマホガニーです。フルブログですね。かかとはシームレスヒールになってます。この革は今イルチアのボックスカーフダークブラウンを使ってます。でこちらもウエストはラウンドウエストになっています。でこの辺はちょっとオプションになるんですが、また後でご説明します。半カラス仕上げになってます。こちらのモデルベース金額は19万2500円です。こちらチェスナットです。手縫いのつまみモカのあるエプロンダーベですね。イタリアのクラシック系の靴に多いデザインで、ここずっとぐるっと回ってシームレスヒールになってます。そしてかかとの内側で継ぎ目がというデザインです。でこちらカジュアルなモデルなのでウエストは角コバになってます。ラウンドしてないですね。こちら同じモデルなんですが革違いで作ってます。ベースの金額は19万2500円です。こちらはオークです。今このテーブルもオーク材使ってるんですけど、こちらのモデル名オークです。そして今僕が履いてる靴、ちょっと汚いんですけど、こちらほぼオークです。この自分用に作ったモデルを元に MTO のデザインを起こしています。カントリーブログとかって僕は勝手に呼んでるんですけど、外羽のウイングチップになってます。そして穴飾りはなくダブルステッチで表現しています。こちらもウエストはカッコバです。ベース金額18万7000円。こちらはオークの兄弟モデルです。ソートゥースというモデルで、日本にもよく入っているクヌギを意味します。先ほどとの違いはウイングチップかキャップかですね。この靴は結構迫力のある雰囲気で、少し大きめの穴飾り、そしてダブルステッチを多用しています。こちらもオークと同じく18万7000円。こちらのモデルはアルダーです。ホールカットプレーントですね。一枚革でずっと大きく取って羽のパーツだけ別パーツになってます。羽とこの本体は継ぎ目が手縫いになってまして、微妙にボコボコ感、ちょっとぷっくり感が感じられるのが分かります。これ地味なポイントなんですがこだわりです。こちらもカジュアルなのでカッコバ仕様になっています。ベース金額は19万2500円。こちらのモデルスノーベルです。かなりシンプルな3アレットプレーントなんですけど、ちょっと丸みを全体的に帯びてます。でポイントなのはデザインもちろんそうなんですが、コバですね。コバが総丸コバになってます。先ほどの靴、ドレッシー系の靴はウエストだけ丸コバだったんですけど、この靴は全周丸コバです。なので柔らかい雰囲気、可愛い雰囲気が少し出てます。この靴ベース金額は18万7000円です。ちなみにサンプルはですね、革の良くないところ、一番いいところやっぱりお客さんの靴に使いたいので、あんまり良くないところを使ってるんですが、ちょっとあんまり良くなかったですね。さすがにちょっとシワが、変なシワが寄っちゃったんですけど、実際の製品では革のいい部分を使っていきますので、こういうことはないです。モデルの雰囲気は伝わると思います。ちなみにこの革はイルチャのボックス革ですね。またですね、これらのサンプルはね、ちょっと微妙に本番の仕様と違うところがありまして、ちょっと試作も兼ねてたっていうのもありまして、例えばこのチェスナットなんですけど、微妙にデザインラインが違います。こっちの方が正しいです。ちょっとデザインのバランスを変えましたので、ほぼ同じなんですけど若干違います。あとこういった感度目のあたりとかも細かい仕様が変わっているものが他のモデルのもいくつかありますが、ほとんど変わらないのでご安心ください。
でこちらアッパーの縫製はこの八ヶ岳のご近所さんである縫製屋さん岩崎さんという方にお願いしています。そして中底加工、釣り込み、すくい縫い、中物まではこの工房主に吉健が製作しまして、そして出し縫い以降はシューメーカーのフィスキーにお願いしています。小刃の目付けの感じとかがもうパッと見フルハンドかと言い間違えるほどです。岩崎さんの緻密なアッパー仕事、フィスキーのクオリティの高いソール、 MTO かと思えないぐらいの雰囲気が漂っていると思います。そしてオプションがいろいろあります。ソール周りでいくつか選べるオプションあります。まずダブルウェルトですね。全ての靴はシングルウェルトが基本なんですが、こんな感じでかかと周りもウェルトがつく、ちょっとどっしりとした雰囲気になるダブルウェルト、こちら3300円プラスです。そしてダブルソール、この靴ダブルソールなんですが、ソールが2枚ですね。ソールに厚みが出ます。ダブルソールは5500円。そしてこの半カラス仕上げ、衣装的なものなんですが、この仕上げは3850円プラス。そして全体を真っ黒だったり茶色に染めるカラス仕上げがプラスで4950円になります。そして見た目では分かんないんですが、こちらのソール、これオークバーク使ってます。ベイカー社のものを使ってます。こちらベイカーですね。見た目の違いはないんですけど、耐久性はかなり違うと思います。こちらベイカーのオークバークが6600円です。またこの半カラス仕上げについてはモデルによって選べるものは選べないものがありますので、ご希望の方はオーダー時にお聞きください。それとフルハンドオプションというのを用意しました。こちらの靴フルハンドで製作しています。9分仕立てではなく10分仕立てですね。フルハンドと言いつつ今これダブルウェルトで仕上げている靴なんですが、シングルウェルトであればベウェルドウエスト、そしてオークバークソールが標準仕様になります。フルハンドオプションはプラス44000円で、ここにオークバーク、ベベルドウエストが含まれています。そしてフィドルバック、ビスポークサンプルでご説明しますが、こうやってウエスト部分中央に突起を作る、この仕様がプラス4400円。そしてホワイトステッチですね。これノルベージェルなのでまた違いますが、この糸を白く残す、生成りのまま残す仕様がプラス2200円になります。フルハンドはいろいろと融通ききますので、もしフルハンドオプションご希望の方はいろいろ聞いてみてください。それとハーフラバー、今貼ってるモデルがないんですが、前にゴムを貼る、これが4950円で、とスチールですね、つま先にスチールプレートをつけて補強する、これが4950円です。そして選べる革なんですが、ボックスカーフがワイハイマーとイルチアのものがあります。ワイハイマーは黒のみ、そしてイルチアは5色用意しています。黒、濃茶、茶色、薄茶、それとバーガンディですね。それとイルチアのミュージアムカーフ全色あります。村染めのイルチアのミュージアムカーフ選べます。それとホーウィンのハッチグレーン、これが全3色、こう四角い型押しがされた革ですね。それとスウェードはイルチアのアリカンテというもので5色選べます。アリカンテはいろいろ色あるんですけど、今回はこの中から5色選んでもらいます。イルチアのボックスカーフと同じく黒と濃茶、茶色、薄茶、そしてバーガンディになっています。またヤギ革です。アルランシェーブルシュリーっていう革で、非常にたくさんの色展開あるんですけど、今回選べるのは全9色ですね。このサンプル帳は展示会もちろんオーダー時にお見せできますので、この中からぜひ迷って選んでください。それとイノシシ革なんですが、これ黒です。あとはナチュラルともう一つ濃茶が選べます。今までご説明していた革はアップチャージゼロです。イノシシ革はアップチャージがプラス5500円。そしてクマ革ですね。ツキノワグマの革なんですが、黒とナチュラルの2色選べます。アップチャージが22000円。そしてコードバンです。新規企画の新コードバン。こちらは全7色。この新コードバンはコニャックです。アップチャージが44000円。そしてコードバンもう一つ、ホーウィンのシェルコードバンも選べます。こちら今ダークバーガンディですね。ホーウィンのコードバンは全5色選べます。ホーウィンコードバンのアップチャージ71500円です。そしてライニング678色から選べます。普通のキャメル、そして茶色、黒と、あとちょっと変わった色が5色用意してあります。またサイズは23センチから28センチの計11サイズです。
木型は1型ラウンドトーンのみです。フィッティングシューズご試着いただいて、もし強く小指が当たったり親指が当たったりみたいな場合は木型に 1.5mm の革を貼って製作することができます。1箇所につき3300円になります。それではちょっと例としてここにあるサンプルたちですね、いろんな革使ったりいろんな仕様だったりで値段がそれぞれ違いますので、いくらになっているか紹介したいと思います。こちらのペカンはオプションがトースチールですね、これがついて19万1950円になります。そしてもう一つスウェードのペカンもあるんですが、こちらはオプションなしなので18万7000円です。こちらマホガニー、これはオプションが半カラス仕上げですね、これがついて19万6350円。こちらのチェスナット、オプションはイノシシ革とダブルソールになっています。20万3500円です。そしてチェスナットもう一方、こちらはオプションとしてフルハンド、そしてダブルベルト、そして新コードバン、かなりモリモリな仕様になってまして、金額が28万3800円です。こちらオーク、この革はちょっと試作なので実際にこの革で選べないんですが、例えば片押しで8グレインだとしてオプションとしてダブルウェルト、そしてオークバーク使ってますので19万6900円です。こちらのアルダーはオプションはホービンのコード版のみなので26万4000円です。こちらスノーベル、こちらオプションありませんので基本価格の18万7000円です。そしてまだちょっと見本が手元にないんですが、これ MTO の見本じゃないんですが、木製のラステッドシューツリー、その木型専用のシューツリーですねのヒンジタイプのものが別売りで2万4200円です。 MTO は納期は約4ヶ月です。革の在庫状況によってはやむを得ず遅れてしまう場合もあるんですが、その場合は事前にご連絡させていただきます。またですね、今回受注会で想定以上のご注文いただいた場合は順番が後の方の方はちょっとね納期が伸びてしまうかもしれないんですが、それまたオーダー時にお伝えします。こちらの MTO 受注会で全額前払いになります。そしてお支払い方法は現金かクレジットカードをお選びいただけます。また会期中はですね、この MTO オーダーの予約の枠を設けようと思ってます。この予約というのはその時間に来ていただければスムーズにご注文のご案内ができますよということです。もちろんその場でご注文も可能です。ただ場合によってはちょっとお待ちいただくこともあるかと思いますので、もうキッシュザワークの MTO をオーダーするんだとね決めてらっしゃる方はぜひちょっと予約枠のお知らせまた後でしますので、そちら申し込んでいただけたらと思います。以上 MTO の概要です。非常に情報がたくさんありますので、ちょっとブログの方に早めにまとめてアップしたいと思います。不明点等あればね、ブログの方もこちらの動画の方もぜひコメントください。話し忘れていることもあるかと思うので、ご質問あればご遠慮なくお願いします。受注会でぜひたくさんのご注文をお待ちしています。本当にね力を入れてこだわって試作を重ねて開発してきた MTO なので、多くの方に買っていただいて、そして履いて楽しんで喜んでもらえたらと思います。もちろん今回の展示会も今まで過去2回行ってきたのと同じように入場無料ですし、予約も不要なので MTO のサンプルを見に来るだけでも、ナンバーズコレクション見に来るだけでも、ビスポークサンプル見に来るだけでも、フィッティングシューズ履きに来るだけでも、カーコムの見に来るだけでも、僕と話しに来るだけでも本当に大歓迎です。本当に過去2回展示会やってお客さんが来てくれるっていう、もう本当にそれだけで本当に嬉しいです。展示会の日程は11月の17日から20日ギャラリーエクアドルで行います。この用意したサンプルを持ってお待ちしていますので、ぜひ皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それではまた。